この動画を見ればキャラクターを作る方法がわかります。シンプルな形から始め、動物と食べ物を組み合わせたり、立体的な描き方と好きな角度から描く方法までわかります。さらに身の回りのものから自由にアイデアが浮かぶ習慣も身につきます。あなたもキャラクターを作ってみませんか？内容はこちらです。簡単な形からキャラクターを作る、立体的に描くためのポイント、動物からキャラを作る、ランダムな形からキャラを作る、世界観を連想してキャラを作るの5つご紹介します。気になるところから見ても大丈夫です。初心者の方は初めから見ることをお勧めします。後半に行くにつれ難易度が上がるので、難しいなと思ったら気が向いた時にまた見てくださいね。まずは丸、四角、三角などの簡単な形からキャラを作ってみましょう。このようなシンプルな形でもいくつかのパーツをつけることでキャラに変化させることができます。例えば足をつけてみましょう。顔を描いてもいいです。メガネや角、羽をつけると妖精みたいな謎の生物が生まれました。今度は図形に角度をつけます。斜めから描くことで情報量を増やしたり立体感を出せます。丸いキャラは足に見えたパーツを手に変え影をつけて浮かせてみました。文字から作ることもできます。カタカナの「ア」に足と目、トサカをつけます。アルファベットの A からは2つ思いつきました。三角帽をかぶった謎の存在とローブを着たキャラです。これも斜めから描いてみましょう。正面からは見えなかったパーツもデザインできますね。ここで立体的に描くときに知っておきたいことを少しご紹介します。立体的に描くことになれるには観察することが大事です。例えば好きなフィギュアを観察してみてください。手に持っていろんな角度から眺めたり近づけたり遠くから眺めた時の見え方の変化など気づくことがたくさんあると思います。ちなみにこのフィギュアワーリーフレンズのラブリーというキャラです。可愛いですよね。気に入っています。次は三面図を考える方法です。三面図とは正面、上、横から見た3つの面のことです。例えば前から見ると三角、上から見ると丸、横から見ると四角になるのはどんな立体でしょうか？こんな感じになるはずです。実際に作ってみました。少し歪んでいますがラップの芯とテープでできています。前から見ると三角、横から見ると四角、上と下から見ると丸に見えますね。私たちが景色を眺めている時の目の高さのことをアイレベルと言います。例えば自分と同じ平らな地面に自分と同じ目線の高さの人が立っているとします。この時その人がどれだけ遠くにいても目の位置は常に自分のアイレベルの上にあります。見ているものがこのアイレベルより上か下にあるかを意識すると立体的に描く力が身につきます。日常での観察が大切です。離陸する飛行機から窓の外を眺めた時、建物の見え方が変化していくのがわかりますね。身の回りには絵の描き方のヒントが溢れています。立体の描き方がわかると別のアングルから描くこともできます。次は実際の生き物からキャラを作る方法です。サメを描いてみましょう。はじめにいろんなアングルから描きます。横から見たサメはラグビーボールをもっと細長くしたような形です。これは粘土で作ったサメです。水の抵抗を最小限に抑えるために無駄のない体型をしています。頭の方は若干尖っていますね。これでサメのフォルムが把握できました。次は簡単な立体の組み合わせで描きます。横から見たシルエットを分割して円柱のパーツに置き換えました。パーツを2つなくしてみましょう。長さが短くなりデフォルメすることができます。頭の大きさを調整するとキャラ感が強くなりましたね。猫のキャラも描いてみました。まず簡単な立体に置き換えます。別アングルからも描いて猫のフォルムを把握したらポーズをつけさせることができます。デフォルメしてみました。断面の線を引くことで立体感がわかりやすくなります。先ほど描いたワーリーの体にサメの頭をつけるとゴジラっぽくなりました。いろんなものを組み合わせることでも発想が広がります。ぜひ試してみてください。生き物と似ている形の食べ物を組み合わせることでもキャラを作れます。これは数年前に粘土で作ったものですが、サメとクロワッサンの形がミックスしたクロワッサメというキャラです。シュモクザメタイプもありますし、ジンベエザメタイプもありました。サメワッサンという名前でカプセルトイにもなりましたね。海外ではクロワッシャークとしてバズってびっくりしました。クロワッサンの形は寝ている猫の姿にも似ていますよね。アザラシにも似ています。こちらはホットドッグとハトがミックスしたキャラです。名前はハットドッグ。
ダジャレですね。ホットドッグの立体感から道でよく見かける鳩を連想したので作りました。鳩の頭の部分はソーセージの先端です。休憩している鳩のポーズに似ていますよね。こんな感じで頭の中で似ているもの同士を組み合わせ、形を整えることでキャラを作ることができます。続いてご紹介するのはランダムな形を使ってキャラを作る方法です。想像力が刺激されて楽しく描けるのでおすすめです。ランダムな形から描く方法は別の動画でもまとめていますので、そちらもご覧ください。まず適当な形を用意します。この形からキャラを連想し、別の角度からも描いてみましょう。この形はダウンジャケットを着たキャラに見えました。別のアングルから描いて立体化します。サイズ感や背の高さを変えればデフォルメの具合も調整できます。次の形は座る女性のキャラを連想しました。このキャラを別のポーズで描きます。服装のデザインを変えていろんなファッションを試すこともできますね。今度は雲から連想してみます。形が見えました。座る女性が何か持っています。ポーズを変えてデザインします。鳥のスティックを持っていますね。雲の向きを変えてあと2つ思いつきました。バスケット選手とサッカー選手です。サッカー選手を別のアングルから描きます。ポーズを描く練習にもなります。さらにサッカー選手のスタイルを変えてみましょう。まずは立ち姿を描いて簡単な図形に変えます。頭と胴体の大きさを変更して描いてみます。腕や足の関節はトイストーリーのウッディのようにデザインしました。走ってきたらインパクトがありそうです。ぶつかったらおもちゃのように倒れそうですね。最後は世界観を連想してキャラを作る方法です。世界観というと大げさかもしれませんが、身近なことをきっかけに想像を広げます。この前台風が接近してきたので、ベランダにある植木鉢を風呂場に移動させました。シャワーを浴びるときは水がかからないように気を使います。その時この植木鉢が惑星だとしたらどんな環境だろうと想像したんですね。外の環境にさらされることもあれば、いきなり室内に移動することもあります。密閉された部屋に移されたら植木鉢に住む存在は窒息してしまうかもしれません。落下する可能性もあります。周りの環境に翻弄される植木鉢はまるで SF 小説の3体に出てくる惑星のようですね。このように世界観を想像してキャラクターの見た目を考えることができます。密閉された空間に対応するため宇宙服的なデザインを入れたり、突発的な衝撃に強い体を持っているかもしれません。設定を作り込むためにいろんな知識やものの仕組みを取り入れることもできますね。いかがでしたか？キャラを作る方法はたくさんあります。また思いついたら動画にまとめたいと思います。皆さんが普段しているキャラの作り方、想像力の広げ方は何ですか？ぜひコメントで教えてくださいね。気が向いたらチャンネル登録お願いします。ちなみに最近はこんなことを考えました。もしもスポンジボブのように体が四角になったらどうなるかというイメージです。ふかふかのソファーよりも硬い場所に寝たり、テトリスみたいに四角い場所にはまる方が落ち着きそうですね。最後まで見てくれてありがとうございました。